いっけね、もうこんな時間。寝る前は確かレースを観戦してて、僕もレースに参加しようとしたけど、その前に準備したいことがあったのだ。船の色を変えられそうな雰囲気のある画面下部の左から2番目のボタンを押してみるのだ。桟橋にやってきたのだ。いろんな形のヨットが浮かんでいるのだ。 AC75、F50、これは49と読むのかな。バルコラーナ50、ナクラ17、ファーイースト 28R、J70、イモカ、オフショアレーサー、スター、フォーミュラ18、レーザー。観戦した時に見たヨットはこれでもこれでもなくて、これ J70。たくさん色が用意されているのだ。これが普通なのかはわからないけど、多分どれでも選べるのだ。いくつか試着してみよう。どの色でもそれなりに似合うのだ。だけど僕はやっぱり緑系の色が好きだな。緑系の色は全部で5種類のようなのだ。単色の3種類に候補を絞ったけど悩ましいね。よし、この色にしよう。星マークが気になるのだ。数字やイラストが並んでいるのだ。なるほど、セールや停滞に好きなデザインを表示できるのか。白以外のカラフルな絵もあるのだ。選択肢が多すぎて迷うのだ。これはちょっと奇抜かも。絵本に出てきそうな太陽の絵なのだ。チェックマークがついてないイラストもあるのだ。4、50枚くらいの青いアイテムが必要らしいのだ。一通り見てきたけど、僕はこの幾何学的なイラストになぜか惹かれるのだ。船をクリックすると好きな角度から船を鑑賞できるようなのだ。チュートリアルボタンを押してみるのだ。レースが始まっちゃうのだ。心の準備ができてないのだ。あらあら、僕以外には誰もいない。これはソロモードってことか。それじゃあまずは右下に並んだボタンを好き勝手に押してみるのだ。赤いボタンや T キーを押すと自動タッキング。これは便利なのだ。黄色いボタンやスペースキーを押すとセールが動いて船が遅くなるのだ。使い道はよくわからないけど、止まる手段があると安心できるのだ。もっと遅くしてみよう。スピードがないと船が風に押されて流れ始めるようなのだ。それはなんとなく理解できるけど、スピードがあれば流れていかないのはどういう原理なのだ。ベスト VMG と書かれたボタンを押したら船が勢いよく風上側に変身したのだ。その勢いでスタートラインの端にいる船にぶつかってペナルティーを受けたのだ。いつの間にか水色のボタンが押せないようになっているのだ。ああだこうだ言っているうちにスタート。ラインを越えるまでに4秒かかったのだ。気づいたら水色のボタンは元の色に戻っていて、ベスト VMG ボタンは2回目を押した記憶がないのに元の色に戻っているのだ。何かボタンを押していたいけど押さなくていいボタンが多いのだ。このボタンも初めて見るのだ。船を真正面から見る視点になったのだ。真後ろの様子を確認できるってわけか。この小さな×ボタンを押すとプレイヤーの名前を隠すことができて、代わりに出てくる五角形のボタンを押すと元に戻せるようなのだ。カメラ操作は観戦の時に学んだから大丈夫なのだ。観戦の時はカメラのモードが3つあったけど、船を操作する時は2つのモードだけみたいなのだ。
ベスト VMG はレッスンの前半、チャンピオンのように舵を取る練習で出てきた用語で、船の近くに浮かんでいる吹き流しの色が緑の時の状態がベスト VMG だと学んだのだ。レッスンの時は舵を自分で操作して吹き流しを緑にするしかなかったけど、ベスト VMG ボタンを使えばそれを自動でやってくれるようなのだ。自分が舵を少しでも操作するとこのボタンがオフになることが今のタッキングで分かったのだ。ここまで来たら目の前の V をめがけて走るのだ。そういえば左上にレグ3分の1と書いてあるのだ。今の効果音が鳴った直後3分の2に変わったのだ。レブって何なのだ。 V を回る瞬間にスピネーカーを上げるのだ。 V には触っちゃったし、ボタンを押してからスピネーカーが上がるまで3秒かかったのだ。左上に出てたマークタッチというのがこの反則の名前なのか。だとするとヨットレースでは V のことをマークと呼ぶ風習がありそうなのだ。風下に向かう時もベスト VMG をキープするのが良さそうなのだ。ベスト VMG になる角度から外れると失速するか加速するけど目指したい方向に進みにくくなる気がするのだ。それは風上風下のどちらに向かう時も同じで、吹き流しが緑になる角度がおそらく目標へ向かうために最適な角度なのだ。ベスト VMG の角度だと船が白い点線と大体平行になるのだ。つまりこの点線はベスト VMG の角度で走り続けたらどこに行き着くのかをプレイヤーに教えてくれているのだ。今僕はゴールラインを切るためにベスト VMG ではない角度を少し走らなければいけなかったけど、これは損だったと思うのだ。この表は気になるけど一旦飛ばすのだ。2598日後って何年後のことなのだ。このタイマーが0になった時何が起こるのだ。ホーム画面に戻されちゃったけど、せっかくチュートリアルができるならもう一種類やっておくのだ。次の日開催のトレーニング557で使うヨットの予習をしておくのだ。確かこのヨットだ。おそらくレッスンの時に何回か操作したのだ。さっきと同じ色、同じ柄にするのだ。いいね、最高だね。今度こそ上手にスタートしたいのだ。どこかがさっきと違う気がするのだ。そうだ、水色のボタンがないのだ。そういう仕様なのか、バブなのか。船から伸びる赤い矢印の先の数字はスタートラインまでにかかる秒数に違いないのだ。ペナルティーを受けたのだ。カウントが0になる前にラインを越えてはいけないようなのだ。きっとこの反則のことをリコールというのだ。スタートラインの風下側に戻らない限りペナルティーは続くようなのだ。解消されると気分が良くなるのだ。そうこうしているうちにスタートまで残り15秒。まだ余裕があるのだ。そろそろラインに向かえばちょうどいいはずなのだ。あれ、ラインが遠いぞ。矢印の先の数字が大きいぞ。こんなに遅れるはずがないのだ。もしかして船が遅いんじゃないのか。ラインを越えるまで8秒もかかっちゃったのだ。ひょっとすると船の種類によって出せる速さとか性能が違うのかもしれないのだ。船の速さは風の強さによっても変わりそうな気がするのだ。だから状況に応じて距離感覚を調整しなくちゃいけないってことなのか。このゲームの恐ろしさの一端に気づいてしまった気がするのだ。今の状況に意識を戻そう。この点線の先にマークがあるからここらでタッキングするのがいいと思うのだ。しばらく暇そうだから押したことのないボタンを押してみるのだ。操船に関わるボタンの位置が変わったのだ。
パソコンならキーボードで操作できるからどうってこともなさそうだけど、スマホとかでも遊べるならこの変化は大きな意味を持ちそうなのだ。とりあえず元に戻しておくのだ。いつの間にか点線の風上側にいるのだ。これだとベスト VMG の角度から外れてマークに向かわなくちゃいけなくて損なのだ。こうならないように点線の風下側でタックしたのに点線が動きやがったのだ。どうして点線が動くのか考えてみよう。この点線がベスト VMG の角度に合わせて引かれていることはさっき確認したのだ。点線が動くということはベスト VMG の方角も動いているということ。でもベスト VMG ボタンをオンにして走ってるときは右上の角度計の数字はほとんど変わらない。角度計は何の角度を示しているのだ。角度計の数字がキープされてる間も点線が動くのだから、ベスト VMG の角度を維持する船の向きもその間に変わるはず。つまりこの角度計はコンパスが持つような絶対的な軸を持ってなくて、基準となる0度の方角が何かに従って動くのだ。そういえばレースを観戦した時、表示される角度を風に対する船の角度じゃないかと推測した気がする。とすると風が吹いてくる方角が0度ということになり、0度の方角が動くということは風向が動くということだ。風の向きが一定じゃないのは当たり前のことで、現実世界で吹いている風をこのゲームは再現しているのだ。これで結論が出たのだ。点線は風向きの変化に合わせて動くのだ。ちょっと疲れたけど理解が進んですっきり爽快なのだ。この船はスピネーカーがなくても結構速かったし、ほぼまっすぐ風下に向かうだけだったから楽ちんだったのだ。この表をよく見てみると、まず左列の下2つに風向きが変化していた証拠があるのだ。そのすぐ上の2項目は風の強さが変化していたことを示しているのだ。そして右列で気になるのはジャイビング数。タッキング数と対のように並んでいて、数がそれより多いことから推測すると、風下に向かっている時にスターボードとポートの状態を切り替えることをジャイビングというのだ。この画面の中央下部に書かれている16という数字は風速のことだろうけど、さっきの表にはこれ以上の風速が記録されていたから、あくまで目安なのだ。色を変えたらすぐレースに参戦しようと思っていたのに、チュートリアルを2回もやってお腹いっぱいになっちゃったのだ。ちょっと進めたら休むのが僕のポリシーだから、今回はここまでなのだ。もう一度短い睡眠を貪るのだ。